堺一文字光秀3代目の田中亮です。先日一問いについてっていう動画を上げさせていただいたんですけれども、まだ全然工事始まってないんですけど、この場所が、その一問いで使われるスペースになる、そこでちょっと今日はインタビューをしていきたいと思ってます。うちで研ぎ師をしてくださってる伝案の紹介をしたいなと思ってます。SNS いろいろ運営してくれているのが彼だったりするので、ご存知の方もいらっしゃるかもしれないんですけれども、研ぎ師ってどんな仕事なのかとか、一文字今後どうしていきたいのかみたいなですね、なんかそんな話を一緒にやっていけたらいいなと思ってますので、興味ある方はぜひ最後まで見てくださったらいいなと思ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずは研ぎ師に聞いてみたいかもしれないなシリーズちょっとやってみてください。こういうことを聞きたいであろうなっていうことをいろいろ想像して聞いていきたいと思いますけど、指痛くならないんですか？痛いです。指がちょっとへこんじゃいます。特にこの左手側の方って常にこすり続けるんで痛いです結構。刃先の感覚が分かりにくくなったりみたいなことないんですか？ガードをかけたり痛いなった時はちょっとこうガードしながらやる研ぎちょっと頑張りたいってなったら、それ指削ってくださいなんですか？それともなんか巻くのは巻くのでいいんですか？巻くのは全然いいと思います。指で一番やっぱ身をちゃんと鍛えるの方が大事だと思うので。どんなところ見られてるんですか？まず刃先ですね。直角でこっちの方に刃を向けてその幅を見るんですか？もありますし、光の加減で常にこう動かしながらどういうふうに光ってどうしても当たると屈曲したりとか、刃先ですべて反応がしないといけないところもあるので、常に刃先だけは目で見るようにしてますね。両刃と片刃だと見るとこ違ったりするんですか？片刃は完全に片面をある程度を研ぐっていうところなので、裏っていうのはある程度もう仕上がってるっていうような意識である程度のところになるわけなんですし、両刃っていうのは両方からっていうので、やっぱ両刃どういうふうな両面がどういうふうな状態かっていうのが常にご家庭とかプロの料理の方とか自分の方で状態を見るときってなんかどういうところに気をつけたらいいよみたいな。ポンでポンでポンで出てなかなか違いが分からないなっていうことですねとかもそうですし、これがスーッと滑るような状態になってないですし、ある程度こう動かした時にちょっとこう引っかかるような感じがあるの人が違いますし、というような形でちょっと刃先にちょっと撫でるだけでも違うっていうのはいずれもある。傾向としてこういう方がもしかしたら多いのかなとかあったりします。一番多いのは箱骨ですね。半分ぐらいが刃をかけてるような状態が多いですね。刃こぼれを直す時のなんかコツとか。ぶっちゃけ本気です。研ぐ量がどうしても増えるので、そこはもう頑張って研ぐしかないですね。今やっててしんどいなって思うことってどんなことがありますか？一番しんどいのはですね、刃こぼれを直すとき一人で5本とかっていう修理が来たりとか。ものによってセンチ、2センチとか高したような包丁とかでくる様をさまどうしても出してるので、修理は正直ひどいです。常に同じことをし続けるので、それに関してはやっぱしメンタルにかかなくというか、そこを崩しちゃうと、やっぱ時も崩れちゃうので、常にできる限り同じ動かし方を続けれるっていうのがやっぱしメンタルがいいと思いますね。今何年ぐらいやられてますか？この一文字に入ったのが22の頃なので、もうあと数年で20年ぐらい。正確に言えば18年ですかね。当初おいくつでしたっけ4です。？僕2つで。なるほど。で入られた時期も僕が入ったの7年前なんで、そう全然長いんですよ。最初どんな気持ちでこう包丁屋に入ろうかなって。包丁に対して何か興味があったとか骨格があったっていうのじゃないんですけど、普通に求人誌見たんですけど、求人誌で包丁取れてる写真があったんですよ。ほんでその時のワードに、手に職とか技術をっていうところのワードっていうのがすごい印象残ったんですよ。その時他にもなんか悩まれてる求人とかちょっといいなって思ったやつなかったんですか？印象に一番強く残ったのがやっぱここでしたね。実際入ってからは包丁の研ぎ中心にやられてた感じですか？包丁を打ったりもしますし、写真撮ったりとか、途中から SNS とかの時代になってきたんでとかっていうのもありますけど、そこの中心には研ぎっていう仕事がありましたね。丸町ファンに
教えてもらって。そうですね。ですし、よその人が見ながらどうしてるのかっていうのはちょっとそこから見たりとか、もう研いでる包丁を実際も見て、それをどうしてやるのかっていうのをもう考えながら、途中からもある程度自分でこうするっていうのを考えながらやっていってるところですね。覚えてます？最初だとか一回包丁研いでみてどんな気持ちあったかなっていうか。怖かったです。料理って全然したことなかったんで、包丁を使う機会ってほぼなかったんですけど、なのでそんな人間がいきなり包丁を切るように研ぐ方をしてしまうと結構怖かったです。機械を使いながらここって研ぐので、それ使うのはやっぱ最初は怖いなってイメージがついてます。最初歯ついた時のこと覚えてます？しましいるんですよ。それをシュッて、最初はもちろん全然うまいこといけないんですけど、それでもやっぱりそうできれるんやっていうところにはすごく感動がありましたね。働いててなんかターニングポイント的なのって結構ありますか？今ってだって全然ウェブのお仕事も結構並列でやりながらじゃないですか。最初だけはやっぱし飛ぶとかそういう作業を中心になっていくんですけど、それをやっぱりウェブの仕事とか SNS とか発信する側になったら、やっぱ自分のやってることを言葉にするっていうことになった時に、これしてることにはどういう意味があるのかなっていうのは考えますね。どうやって説明しようかなとかって思った方がむしろ上手くなる可能性もあるし、ウェブの仕事に関わるようになったのは何年ぐらい前なんですか？最初からです。最初からなんだ。会社に入った時にある程度自分の仕事として役割を持ってたのはウェブの方が先でした。ウェブっていうこと自体が会社の中に全然なかったので、一緒にやってほしいことがあるんですけどっていう仕事が最初はウェブのせいでパソコンされる人がいなかった。その人たちよりかはパソコンの知識があったっていうだけなんですけど、その後 SNS とかやるようになるじゃないですか。そうですね。どういう気持ちで SNS やらなあかんなって思ったんですか？やらないことよりもなんかこれ面白そうやなっていうのは生半可な気持ちでは始めれないじゃないですか。研ぎも受け付けてるし、いつも研いでるけどウェブの売り上げとかも追ってて包丁写真とかも撮ってるでしょ。でそんなんてバタバタされてる中で1回で名前入れる人おらんから降りてきてくださいみたいなバーって走っていくみたいな人が僕やっていいですかみたいなんでいいんすかみたいなできますみたいな中で始まったのがすごい印象的だったんですけど、元にあるのはやっぱりきちんと伝えたいっていうのがやっぱ元にあったと思うので、会社としてしっかり自分を思っていることを考えていることっていうのをすごい伝えていきたいなっていうのはやっぱり必要なことだと思います。情報発信せなとかっていうのももちろんないけど、普段だから社員さんとか、職人とか、ブランド自体がどういうことを考えながら商売やってんのかみたいなことをちゃんと伝えれるんだったら伝えましょうと。基本の成長っていうのを評価してもらってるんですけども、それに対して返してあげるっていうのがやっぱり必要なことかなと思います。このスペースの大きな階層が待ってるんです。そうですね。なんかそこに向けて思うこととかこんなことやってるよみたいな紹介をぜひしてもらえると。包丁いっぱい置いてるんですけど、それをしっかりと手に取って見てもらえるっていうのはやっぱり貴族の長男さんとしての良さもありますし、買った後っていうのはやっぱずっと使い続ける道具なので、いろんな人がどういうふうに使ってるのか、いろんな人の思いっていうのを知ってもらえるというか、全員で共有できる楽しい場所っていうのだったら、より包丁の魅力っていうのをしっかりと他の人にも伝えるようになるんじゃないかなっていう。いろんな包丁を見るだけじゃなくて、実際そうやって手にしてみたりとか使ってみたりとか研いでみたりとかできるような体験をすることによってより包丁を深くしてもらう個人としてやっていきたいなというのがあったりするんですか？ SNS もやってて分かることが個人の趣味でやってる方っていうのがたくさんすごいいて、その人たちっていうのがすごい考えて自分のこう飛んでる考えっていうのがやっぱりいっぱいあると思うんですね。それをやっぱしこの場所でみんなが知れるような場所になったら僕自身もすごい楽しいなって、自分だけの中でやってきたっていうのがあるんで、やっぱいろんな人がいろんな考えあると思うんで、
むしろそれを知りたいですね。なるほど。自分自身の勉強の場にもなるんじゃないかっていうのがちょっとあるわけですね。この動画を見てくださってる方に何かメッセージとかありますか？包丁っていうのが毎回違う発見があったりとか、そういう感動があったりとかっていうのも絶対あるので、やっぱそこを皆さんにもっともっと知ってもらえるように、僕たちがこれからこういう動画とかウェブから動画 SNS からでもやっぱ発信していって、その中で皆さんが知っていってもらって、包丁の良さをどんどんしてもらえたら僕もすごく嬉しいですし、これからの励みになるんで、それを皆さんどうぞ見てください。そういうプロジェクトがこう本格始動した後にはこうベイヤンさんとその一問いの何か講習会とかでお会いできる機会もあるかもしれないっていう。あ、そうですね。はい。まあ、ベイヤンは見ていただいたとおりすごい穏やかなんですけど、仕事にはすごい熱くて、うちのX のアカウントの中の人も彼だし、あと我々のインスタグラムの他にベイヤンが都議を自分で公開している個人のアカウントとかもあったりするので、まあ、そちらぜひ見ていただきまして、まあ、その他にもベイヤンにこんなこと聞いてみたいとか、もっとこういうこと教えてくれみたいなことあれば、この動画のコメント欄にお寄せいただけたらなと思います。この動画いいなって思われた方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。